UFC298 第2戦目の直前インタビューになります。今まで戦ってきた相手のスタイルにはなくて、俺の格闘技は異質なんだみたいな、どんなイメージですか？大癖ファイター絶対レスリングはまず一つ勝ってて、集中してガンガン速い展開でどんどん回してフィニッシュしたい。本当に楽しみにしててください。Welcome to リンヤチャンネル。リンヤチャンネルの時間です。今日は明日出発になるんですが、 UFC298 第2戦目の直前インタビューになります。皆さんもご存知かと思うのですが、対戦相手が一月前に変更になって、エクアドル出身タフから入って、今回が UFC 一発目になるカルロス・ベラー選手との試合になります。日付は変わらずそのまま UFC298 2月17日、日本時間でいうと2月18日のお昼頃ですね、カリフォルニア州アナハイムにあるホンダセンターで試合します。すごい楽しみですね。直前での変更みたいなのっていうのはよくあることなんですか？結構 UFC ではあるあるで、フライ級の平選手とかも毎回変わるような感じで、起こってるんで、1ヶ月前なら全然問題ないかなって感じです。こっから変わる可能性とかもありますからね、出発して現地で。そうなんです、ね、ラスト3日が一番こう体調が崩れたりするから、変わりやすいっていうのはあるんで、慎重に。僕は大丈夫ですけど、対戦相手変更になって調整みたいなものっていうのはどうですか？対戦相手変更になって、全然タイプがもうガラッと違う選手になったんで、特別な対策の動きと注意するポイントは変わりましたけど、そこに行かなきゃいいだけなんで、それも頭に入ってるし、バッチリ当日迎えられると思います。対戦相手の特徴とか映像とか見て調査済みなのかもしれないんですけど、その辺はどんなイメージですか？今まで戦ってきた相手のスタイルにはなくて、タフって番組で本人も言ってたんですけど、もう俺の格闘技は異質なんだみたいな、もう全部のいろんな格闘技をミックスしてる。でもその中で特に目立ってるのはカポエラのスタイル、蹴りをガンガン打つっていうのがめんどくさいのかなと思いますね。あとは足換とギロチンが割と得意なのかなっていうグラウンドで、大癖っすね。大癖ファイターでも別に癖ってだけで自力っていう面では全然上回ってるなっていう気はしてますね。なるほど、試合展開とかっていうのはもう頭の中でイメージができて、ある程度フィニッシュまでのイメージっていうの出来上がってると。変則なんで、その過程でどうなるかはちょっと分かんないですけど、最終的にはどう仕留めるっていうのはあります。その中での相手のステップがどう動くかっていうのは最初の 1,2,3 分ぐらいで見切りたいなと思ってますけどね。そこに対する対策っていうのを練習の中に取り入れてやってるっていう感じなんですか？対策とか取り入れてやってますね。対戦相手よりリンヤ選手が勝ってるところ、絶対レスリングはまず一つ勝ってて、これはもう向こうはあんまりテイクダウンディフェンスが得意じゃないっていうか、そんなにこだわってないのかな、下からの仕掛けメインだからっていう感じで、レスリングは、上になろうと思えばなれるし、そのまま多分漬けて勝とうと思えば全然勝てるなとは思うんですけど、ただそれをしてしまうと今後上のファイターと当たる時に自分がもっと幅を持ってないといけないのに、ずっとこの勝ち方しかしてきてないからちょっとってなっちゃう。で相手もそれに対して対策をしやすくなったりしちゃうんで、挑戦として僕もやったことない距離での攻撃とかもちろんいろいろ準備はできてますね。ただこれを倒すってよりは次のためにちゃんと勝ち方まで見据えていきたいっていう感じですね。今はフィニッシュしたい。本当にやっぱね、15分以内にそれをやるっていうのがなかなか忙しい作業になると思うんですけど、サボらず集中してガンガン速い展開でどんどん回して疲れてきたところを畳みかけるっていうイメージですかね。なるほど。ファンとしてはね、ぜひとも日本人の強さっていうのをリンヤ選手に、証明していただきたいんですけど、僕もね現地の方に行かせていただいて、そうですね、応援させていただくので、多分やばいと思いますよ。会場 UFC のチケット買うアメリカ人ってだけでもう無条件にやばい人ですからね。
もういっちゃってますから。あ、そうなんだ。そのいっちゃってるエネルギーが1万何千人わって集まって中心に集まるんで、中心はめっちゃ変ななんかそわそわしますやっぱ。熱気がすごいってことね。はい、楽しいです。大丈夫ですか、俺やられないですか、絡まれないですか。エネルギーすごすぎてひっくり返っちゃうかもしれないです。またその試合後にインタビューの方をさせていただけたらと思いますので、試合後すぐに、やりましょう。勝った後に一番最初に食べたいもの。ラスベガスではハンバーガー食べたんですけど、ほんと最近試合終わった後ってご飯と味噌汁と納豆梅干し食べたいんですよね。一回だけそういう感じで試合終わった後用意して食べたことがあって、すっごい試合後の体が喜んでる、染み込んでいく感じが良かったんで、それをしたいなと思ってますけど、でも大体ハンバーガーとか夜中だからロサンゼルスでステーキとかポテトとかになるのかな。今回のオレンジジュースは、オレンジジュースは試合前にがっつり飲んでいきます。そうですよね、本当に好きですもんね、オレンジジュースね。いやいや、そこでキャラ別に定着させようとしなくていいですから。試合後も楽しみですよね、ロスっていう場所は。しばらく滞在されるんですか？1日だけ。1日だけディズニーランドやっぱ行くんですか？行きたいっす。行けたら行こうと思ってます。なんかやりたいこととかはあるんですか、試合終わったら。日本のちょっと行ったことない県にブラッと旅しに行きたいなって感じですね。ちょっとオフの期間とかっていうのはあるもんなんですか？一応その根詰めた練習みたいなのは別にしないんですけど、オフの期間はやっぱすごいリフレッシュしてるんで、ダメージとかなかったらやっぱ練習したくなる。ずっとしてきたことだから、してないと気持ち悪いってなるんで、多分なんかしたくなって何かしらしてるっすね。いつも走ったり呼吸のトレーニング、そんな激しいことしないまでもしてたりとか、リフレッシュしながら最低限のことをやるのが好きなんで、そういう感じの過ごし方。地方行って知らない土地とかわーって走ったりとか。なるほど。そうですね。最後パンの皆さんに一言。ファンの皆様、いつも応援ありがとうございます。今回の2戦目は今年一発目の試合になるんですけど、今年はタイトル挑戦に向けてぐっと近づく1年にしたいと思っていて、その大きな弾みになるような勝ち方をしようと思って準備してきました。当日は UNEXT もしくは UFC ファイトパスで試合見れるかと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いきます。じゃあ、ちょっと待って、そのクッションとか入れてていい？生ガキちゃんいりますよね。生ガキちゃんあっていいんじゃないですか。生ガキちゃん、何でもいいよ。入れんなら入れる。じゃあいきます。Welcome to リンヤチャンネル。